皆さんこんにちは、テクトです。今回はパッチ 13.19 のパッチノートを読みつつ、どんな構成が強くなりそうか予想していきましょう。それではもったいぶらずに早速始めていこうと思います。まずはシステム周りの変更から。ドラフトラウンドがなくなる代わりに欲しい報酬の投票を行うサーペンタイン側のポータルが変更されます。ヘルス投票がステージ2で出現しなくなり、ダブルアップではそもそもヘルスが出現しなくなりました。次は特性の変更です。バスティオンの4、6、8がバフされました。6にそこそこいい感じのバフが入ったので、もしかしたらバスティオンシルコが出てくるかもしれませんね。ビルジウォーターはかなりバフ。13.18 の B パッチは少々やりすぎって感じだったので、多少良くなるんじゃないかと思います。デマーシアはボト7がバフ。デマーシアはスレイヤーのコマが多いので、もしかしたらデマーシア軸のスレイヤー構成が出てくるかもしれませんね。副将者はナーフ。そしてピルトーバーの低スタック時の報酬がナーフされ、ピルトーバー6の時の報酬がバフされました。ローグはステルスになるヘルスの敷地が 35% になってしまいました。これは知見の敷地である 40% よりも下の数値なので、知見の効果を発動させずに敵公営に行くことができなくなったということだと思います。めちゃくちゃ重いナーフなので、多分ローグ構成はいなくなるんじゃないかなと思います。シュリーマは超越した時のボーナスがバフ。シュリーマ6とかで最初から超越した時に結構強いバフだと思うので、シュリーマ6構成とかがもしかしたら現れるかもしれませんね。バンキッシャーは2、4、6すべてにバフが入りました。後で紹介しますが、ザヤにもバフが入っているので、アイオニア紋章がある時のアイオニアバンキッシャーなんかは結構強くなるんじゃないかと思います。イシタルはエレクトリック4がリワークされ、スタンを何度も与える効果ではなく、スタンを与えた敵に対するダメージが 25% 増加するようになりました。そしてファイアにとんでもないバフが入り、アイスとストーンにもバフが入ってます。今までローグと組み合わせることが多かったイシタルですが、ローグが弱くなったことで他の構成での研究が進むかもしれませんね。ニーコとミリオを使ったバスティオンインボーカーなんてのももしかしたら面白いかもしれませんね。次はユニットです。チョガスのダメージが減ってしまいました。今までギリギリ食べれるラインだったやつが食べられなくなる調整だと思うので、もしかすると食べれないから育たなくて、だから食べれないみたいな感じの負けのループになる可能性が考えられるので、チョガスはもう厳しいのかなといった印象です。そしてジンクスの AD が5下がりました。この AD 5と if 数値は星1の攻撃力が5下げられたということです。 TFT は星2で攻撃力が 1.5 倍、星3だと攻撃力が 2.25 倍になるので、星3での攻撃力が 11.25 下がったということになります。さらにそこにアイテムでの増加分とガンナー4での増加分である 96% などが加わってくるので、実質30近くの AD が下がったということになります。30はもうやばいですね。ジンクスは死にました。ミリオはダメージにバフが入りましたね。イシタルのバフも合わせて何か面白いことが起こりそうな気もします。AD が5下げられたジンクスとは逆に、ダリウスの AD が5上がりました。今までいまいちパッとしなかったので、これでようやく日の目を見ることがあるかなといった感じです。ニーコにもバフが入りました。運営はイシタルを使ってほしいみたいですね。そしてジェイスも AD が5下げられました。ジンクス同様、ものすごいナーフなので、彼もまた死にました。レクサイはマナにバフが入り、さらに噛みついた対象にマークを付与し、すでにマークがついている対象に噛みついた場合、ダメージがトゥルーになるという変更が加わりました。今までは対象のヘルスが 66% 未満にならないとトゥルーダメージにならなかったので、3回以上噛みつかないとタンクで足止めを食らっていたレクサイですが、ここに来て大きなバフをもらったので、ようやくレクサイキャリーの構成が出てくるかもしれませんね。フィオラはダメージが 10% 下げられました。フィオラは対象を4回切りつける攻撃なので、トータル 40% のダメージ量が減ったことになります。ターゲットを切ることができるスキルでダメージも出るというぶっ壊れ性能だったので、残党なナーフといった感じです。その代わり、シールドにダメージを与えた時にオムニバンプがうまく発動しないというバグが治ったらしいです。同じデマーシアでは J4 のスタン時間がほんの少しだけ減少しました。範囲が小さくなったわけではないので、あんまり強さは変わらないと思います。そしてナサスのヘルス吸収量がナーフ。
ブルーザー構成を相手にした時にバカでかいなサスが誕生してたりしたので、ちょっとやりすぎだったといった感じでしょうか。ただシュリーマ自体がバフされているので、強くなりすぎないようにする調整かもしれません。ミイラはラピュファを持っていない時の AI 挙動が修正され、より敵を巻き込むようになったみたいです。しかしその代わり、ラピュファを持っている時に敵攻営を考慮しなくなったみたいです。どういう変更かよくわかりませんが、多分ラピュファを3つ持たせたニーラで敵の攻営まで粉みじんにするみたいなことがしづらくなる代わりに、普通のニーラがダメージを出しやすくなったんじゃないかなと思います。まあ TFT は AI に変更を入れたといって全然変更が入ってなかったりするので、この辺りは実際に触ってみてチェックですね。シルコはダメージが5下がりました。シルコは毎秒ダメージを与えるスキルなので、5秒で25、ソーサラー6の場合だと AP が200は超えるので、5秒で60くらいのダメージが減った感じですかね。単体スキルではなく範囲スキルなので、5秒間で与えるダメージが150くらい減ったんじゃないかと思います。結構重めのナーフかもしれません。ザヤはマナにバフが入りました。一応星3にもバフが入ってます。マナが15も減らされているので、さっき言ったアイオニアバンティッシャーとかで使うとスキルの回転が良く、敵を倒してくれるかもしれません。ガングプランクは後衛に立たせた時のマナ回復が増加し、前衛に立たせた時のカトラスのドットダメージが素早く敵のヘルスを減らすように変更されました。今まで微妙に弱かったので、良い調整だと思います。レイトロックスはダーキンブレードで与えるオムニバンプが減少。ナフィーリと一緒に使うことで効果量が 1.5 倍になるので 22.5% から 15% に減らされた感じですね。フィオラと組み合わせることでめちゃくちゃ暴れていたので、それ対策のナーフだと思います。ちょっとチャレンジャーがしんどくなる印象ですかね。ライズはアイスタルがバフされました。次はアイテムです。これは数が多いので気になったものだけをピックアップしていきます。盗賊のグローブのクリティカル率が 20% に減少しました。多分これはバンティッシャー対策ですかね。そしてオーンのアイテムのほとんどがナーフされています。これはちょっとオーンが強すぎたってことでしょうか。あんまりオーンが暴れてる印象はなかったので、これはちょっと意外な調整だなと思いました。まあ調整が入ってないアーティファクトもあるので、オンアイテムの格差を減らした感じですかね。ヴィルジウォーターのポータルとかでアーティファクトがもらえたりするので、もしかするとそこにフォーカスを当てた調整かもしれません。次はオーグメントです。こちらも気になったものだけピックアップしていきます。天宮やエズリアルの2つ目のオーグメントであるアイテム福袋でもらえるゴールドが減少しました。さらにツイステッドフェイトとアーフ、そして天宮で選べる3つ目の銀オーグメントである最後の福袋でもらえるゴールドも減少しました。今までちょっともらいすぎてて強すぎる印象だったので、残念ながら当然の結果といった感じです。急げや急げの金と虹でマナ回復量がややナーフ。急いソフィオラとかが暴れすぎていたので、そこに対する調整でしょうね。徹底的にフィオラを潰しにかかっている感じがします。 TF とバードの3つ目の金、虹オーグメントである一致団結にやや変更が入りました。金だとサポートアイテム1個と4コスユニット、虹だとサポートアイテムの金床と素材アイテム、そして4コスユニットが2体もらえるようになるみたいです。実質4ゴールドと8ゴールドって感じですかね。今まで虹は16ゴールドもらえたので、お目当てのものがもらえなかった場合はかなりのナーフ量になると思います。奥の手はもらえるゴールド量が10ゴールド減少する代わりに、所持金全てが経験値に変換されるようになりました。今までは所持金を使い切ってないといけないオーグメントだったところが、所持金を使い切らなくても良くなったので、ちょっと使いやすくなったのかなと思います。ワーウィックのヒーローオーグメントである貪欲なハンターがややナーフされています。スタックの上限は上がったのですが、スタックごとの攻撃力の増加量が減ってしまったので、強くなるまでに時間がかかるようになってしまいました。まあちょっと今までは取れたら上位確定くらいの強さがあったオーグメントなので、これは残党な変更ですね。天宮のニステの二次オーグメントでもあるもっと小さな巨人にちょっと変更が入っています。とは言っても天宮には関係ありません。今までもっと小さな巨人はニステでしか出現しなかったオーグメントなのですが、それがもっと小さな巨人プラスとなって3ステでも出現するようになったみたいです。プラスの方は8ゴールドもらえるみたいです。そして最後に筋力と軍師の魂にちょっとした変更が入ってます。
それでは最後によくメインディッシュとも言われてるバグ修正について気になるところを見ていきましょう。今回は特にありませんでした。以上で解説を終わります。お疲れ様でした。もしこの動画が役に立ったと感じたなら高評価とチャンネル登録をお願いします。あと概要欄に Twitter のリンクを貼っておきますのでフォローしてくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。